見に来てくれてありがとう。1、ハイヒールはもともと男性用だった。実はハイヒールはもともと男性のための靴だったんだよ。16から17世紀のヨーロッパで馬に乗るときに足を固定するために使われてたの。高貴な人の象徴だったから王様たちも履いてたんだって。2、足の裏がサラサラするのはなぜ？足の裏がサラサラしてるのは摩擦を生むためなんだよね。ツルツルだったら滑って歩けないからね。進化の過程でどんな地面でも安定して歩けるように適応したんだって。3、足の甲にも指紋がある。実は足の甲にも独特の文様があるって知ってた？手の指紋ほど明確じゃないけど人それぞれ違ってて、犯罪捜査とかで足跡から犯人を特定することもできるんだよ。足の甲で指紋認証できるスマホとか出たら裸足生活が流行っちゃうかも。4、世界一大きい足の持ち主のサイズは？驚愕の数字。世界一大きい足の持ち主はアメリカに住む男性で、靴のサイズはなんと63だって。日本の靴屋さんじゃ絶対置いてないよね。ちなみに靴も特注で作るのにすごく時間がかかるらしいよ。サイズ63の靴って玄関じゃなくてベランダに置く感じかな。5、靴が足を変形させる理由とその歴史。窮屈な靴を履き続けると足が変形しちゃうんだよね。例えばハイヒールで親指が内側に曲がる外反母趾。昔の中国の転足も文化のために足を極端に変形させてたんだって。美を追求しすぎると足がびっくりしちゃうかもね。6、足フェチの理由。足フェチって実は脳の仕組みと関係してるんだって。足を司る脳の領域が性的な興奮を感じる領域に近いから時々混ざっちゃうことがあるらしいよ。進化の途中で足って健康や繁殖力を判断する要素にもなってたみたい。脳の中で足と恋心が隣同士なんてちょっと仲良しすぎる。7、片足立ちのバランス。実は脳がフル稼働。片足立ちって簡単そうに見えるけど実はすごく脳が働いてるんだよ。バランスを保つために筋肉や神経が絶えず微調整してるの。だから片足立ちの時間が短くなると健康状態が悪いサインかもしれないんだって。片足立ちが得意ならフラミンゴになれる素質あるかも。8、裸足健康法は本当？裸足で歩くと足裏の筋肉やバランス感覚が鍛えられるって言われてるけど全部が効果的なわけじゃないんだよ。アスファルトとか硬い地面だと逆に負担がかかっちゃうから裸足健康法をやるなら土や砂の上がベストだって。裸足で走ったら速くなるかな。でも足の裏に小石は NG で。9、足裏マッサージが痛い理由。足裏マッサージが痛いのはこれじゃなくて神経の刺激が原因なんだって。特にツボと呼ばれる場所には多くの神経が集まっていて刺激されると痛みを感じやすいらしいよ。適度な痛みは健康に良いけど無理は禁物。あなたは失望されても平気な人？私は120デシベルくらいの叫び声が出るよ。10、かかとと走るための秘密。かかとは人間が走るために進化した部分なんだよ。4足歩行の動物と違って2足歩行の人間はかかとに体重を乗せて衝撃を吸収してるんだって。特に長距離を走るときにかかとは重要な役割を果たしてるの。かかとがなかったら毎日ジャンプしながら歩かなきゃいけないかも。11、爪がなくなると歩けなくなる。爪って単なる装飾品じゃなくて実は足を保護する大事な役割をしてるんだよ。爪があることで足の指先が衝撃から守られて踏ん張る力もサポートされてるの。もし爪がなかったら歩くたびに指が痛くなっちゃうかも。12、足の血管の長さ。足の血管を全部つなげたらなんと地球を2周半できる長さになるんだって。全身の血管を合わせると10万キロメートルにもなるから足だけでもその中のかなりの部分を占めてるんだよ。人体って本当にすごい。13、足裏のツボはどこまで本当？足裏にはなんちゃらのツボを押すと体が元気になるって話よく聞くよね。実際にツボを押すことでリラックス効果はあるんだけど医学的に証明されてるのは一部だけなんだって。でも気持ちいいならやってみる価値はあるよね。14、ペディキュアは古代エジプトでも足を飾っていた。ペディキュアの起源はなんと古代エジプトまで遡るんだよ。クレオパトラの時代には金や宝石で足を装飾するのがステータスだったんだって。ちなみに色を塗る文化もあって赤は特に高貴な色とされてたんだよね。古代エジプト人のペディキュアサロン、どんなメニューがあったんだろう。15、アキレス腱の仕事。アキレス腱は走る時にバネの役割をしてくれてるんだよ。もしアキレス腱がなかったら走るのはもちろん歩くのもスムーズにできなくなっちゃうの。動物でも速く走る種類はみんなアキレス腱が発達してるんだよね。アキレス腱がなくなったらみんなでペンギン歩き大会する。16、足の裏は毛穴がない。足の裏には毛が生える毛穴がそもそも存在しないんだよ。毛があると地面との摩擦が減っちゃって滑りやすくなるから進化の過程で毛をなくしたんだって。この進化のおかげで
今も安定して歩けるんだよね。17、足の兜を叩くと痒くなる理由。足の甲を軽く叩くと痒くなることってあるよね。それは皮膚の下にある細かい神経が刺激されて脳が痒みとして感じてしまうからなんだって。これ痛みと痒みが同じ神経経路を通るから起きる現象なんだよ。足の甲を叩いて痒くなるなんて足もそこじゃないって言ってるのかも。18、世界最速のランナーの足には共通点がある。世界最速のランナーの足には共通して短いアキレス腱があるんだよ。短いアキレス腱は効率的に力を伝えられるから速く走るのに有利なんだって。逆に長いアキレス腱は長距離に適してるんだよね。短距離派か長距離派か足のアキレス腱が密かに相談してそう。19、冷え性はなぜ足から来る。冷え性になると足が冷たくなるのは血流が悪くなるからなんだよ。体が冷えた時心臓や内臓を守るために血液が優先的にそっちに送られるから足の血流が後回しになっちゃうの。足を温めると血流が改善して全身がポカポカになるよ。冷え性の足が自分も温めてって心臓にアピールしてるかも。20、長時間歩いても足が痛くならない人の秘密。長時間歩いても足が痛くならない人の秘密は歩き方と筋肉のバランスにあるんだよ。正しい姿勢で足の筋肉をまんべんなく使える人ほど疲れにくいの。靴選びも大事で合わない靴だと足の一部に負担がかかって痛くなっちゃうんだって。靴が合ってないと足が反抗期になるよね。いい靴は相棒だよ。21、足は第二の心臓。足は第二の心臓って言われるのはふくらはぎが血液を心臓に戻すポンプみたいな役割をしてるからなんだよ。歩いたり走ったりするとふくらはぎの筋肉が収縮して血液を押し上げる力になるんだって。だから座りっぱなしだと血流が悪くなるから注意してね。ふくらはぎがポンプならちょっと休んでもいいよって言いたくなるよね。22、足の形でわかる性格診断。足の形で性格診断ができるって言われてるけど科学的な根拠はあまりないんだって。例えばエジプト型はリーダー気質、ギリシャ型はクリエイティブなんて言われるけど実際は血統や遺伝による骨の形の違いで決まるんだよ。性格診断でギリシャ型って出たらなんかちょっとかっこいいよね。23、足の裏がくすぐったい理由。足の裏がくすぐったいのは神経が敏感で微妙な刺激を増幅して感じちゃうからなんだよ。でもくすぐったさは脳がこれは危険じゃないって判断すると弱くなるんだって。自分でくすぐっても平気なのはそのせいらしいよ。自分でくすぐれないのに他人だとめっちゃくすぐったいの不思議。24、足を使ったアートの世界。手が使えない人でも足で絵を描いたりピアノを弾いたりするアーティストがいるんだよ。足の器用さって手に負けないくらい可能性があるんだって。特に足の指の力が強いと細かい動きができるようになるんだよね。足が器用すぎると足だけで生活できそう。でも仲間に入れてね。25、歩き方でわかる健康診断。歩き方って健康状態をすごく反映するんだよ。例えば片足を引きずるように歩くときは腰や膝の問題が隠れてることもあるし足音が大きい人は筋力のバランスが崩れてる可能性もあるんだって。歩き方をチェックするのって意外と大事。健康診断の前に自分の歩き方を鏡でチェック。新しい習慣かも。ご視聴ありがとうございました。あなたの知りたい雑学もぜひコメントで教えてね。もしよかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。